おはようございます。桜井です。今日は暗号資産市場で今最も注目されている3つのニュースを投資家目線でわかりやすく、そして少し深掘りしてお届けしていきたいと思います。ビットコインやイーサリアム、そして XRP など価格の変動だけを追いかけている方も多いと思いますが、実はその裏ではETF の動きや規制の変化、そしてイーロン・マスクさんに関する話題など価格以上に重要な材料が次々に出ています。今日のこの動画では、なぜビットコインは10万4000ドル台から反発したのか、XRP の ETF 承認で何が変わるのか、そして同時コインに関して今注目されているある新しい動きについても解説していきます。投資判断のヒントになるよう初心者の方にもわかりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速最初のニュース、ビットコインの現在の価格推移とその裏にある動き、こちらについて見ていきたいと思います。ビットコインはここ24時間で一時10万4000ドル台まで下落しましたが、その後反発し、現在は10万6000ドルから10万7000ドル台で推移しています。この背景には10万5000ドル付近にある需要ゾーン、つまり過去にも買いが入りやすかった価格帯で再び買いが集中したことがあると考えられます。この反発にはいくつかのテクニカルなシグナルも影響しています。例えば MACD っていう価格の勢いを測る指標では、いわゆる強気クロス、これが発生していて、これが短期的な上昇トレンドの転換点として注目されています。また、ボリンジャーバンドというボラティリティの指標も拡大傾向にあり、価格が大きく動きやすい局面に入っていることを示唆しています。さらに、ファンダメンタルズの観点でも注目ポイントがあります。トランプ大統領に関するトランプメディア&テクノロジーグループがビットコインとイーサリアムを組み合わせた ETF、名称はトゥルースソーシャルビットコイン&イーサリアム ETF を SEC に申請しました。この ETF はビットコインを 75%、イーサリアムを 25% 組み入れる設計で、カストディアンはクリプト .com が務めると報じられています。こうした ETF 申請のニュースは、機関投資家による関心の高まりを示していて、実際過去1週間でビットコイン関連の投資商品には13億ドルもの資金が流入しています。これに加えて、非暗号資産系の上場企業が財務戦略としてビットコインを保有する動きも加速していて、過去2ヶ月で保有量が倍増したというデータも出ています。つまり、テクニカル的にもファンダメンタルズ的にもビットコインは今、下支えが強くなっている状況にあります。ただし短期的には中東情勢などの地政学リスクにも注意が必要で、一方向にポジションを取りすぎるっていうのはリスクがある点も忘れてはいけません。では次に取り上げるのは、いよいよ XRP の ETF 承認と SEC との和解に関するニュースです。こちらも暗号資産全体にとって大きなインパクトを与える内容ですので、続けてご覧ください。まず大きなトピックとして、カナダのパーパスインベストメンツが申請していたパーパス XRP ETF が正式に承認され、6月18日からトロント証券取引所で取引が開始される予定です。ティッカーは XRPP と発表されており、XRP が上場投資信託という形で投資対象になるのは暗号資産業界にとってもとっても大きな一歩と言えるでしょう。これに加えてアメリカでも XRP に関する動きが加速しています。アメリカ大手のフランクリン・テンプルトンが提出した XRP スポット ETF の申請に対して SEC の判断が6月17日に予定されており、承認確率は 88% に達しているという見方も報じられています。さらに XRP を取り巻くもう一つの大きな動きが SEC との和解案です。リップル社と SEC は1億2500万ドルの民事罰金に関して和解案を提出し、そのうち5000万ドルは SEC に、残りの7500万ドルはリップルに返還する形で合意を目指しています。これは控訴手続きの延長と合わせて裁判所に提出されていて、次の進展は8月15日までに報告される予定です。この和解案が成立すれば、これまで問題視されていた機関向けの XRP の販売制限が解除される可能性があり、これは市場にとって
極めてポジティブな要素です。長らく続いていた法的な不透明感が取り払われれば、機関投資家の参入が加速する可能性も考えられます。実際に XRP のオンチェーンデータでもその変化は現れています。過去1週間のアクティブアドレス数は平均 29.5 万件と3ヶ月平均の約7倍に急増。100万以上を保有するクジラアドレスも史上最多の2700件を突破しています。つまり XRP は今価格の上昇だけではなく規制面、投資家動向、オンチェーンの3方向から強気の材料が重なっている状況です。ETF の承認と和解案の行方によっては今後さらに注目が集まる通貨になっていくと思います。では最後に同時コインに関するニュースを取り上げます。意外に思うかもしれませんが、同時にも今注目すべき動きが出てきています。同時コインはここ24時間で 4.3% も上昇し、一時は 0.18 ドル付近まで上昇しました。特に注目すべきは、地政学的リスクが高まる中でも、主要なレジスタンスラインである 0.177 ドルをしっかりと突破してきたという点です。価格が動いた要因の一つが、同時現物 ETF に関する市場の期待感です。現在、グレースケールやビットワイズといった大手が、同時の現物 ETF を申請していて、アメリカの SEC がその審査を進めている段階です。承認されるかどうかはまだ不透明ですが、予測市場のポリーマーケットでは年内に承認される確率が51から 63% 程度と見られているとのことです。ただし SEC は同時のようなミームコインについては特に慎重な姿勢を見せていて、投資家保護や詐欺リスクへの懸念から現時点で承認却下のどちらにも明確な姿勢を見せていないというのが現状です。一方でイーロン・マスクさんに関連するベースネットワークでラップド同時が DeFi アプリの基盤資産として活用され始めているというニュースも入ってきています。DeFi っていうのは分散型金融のことで中央の管理者を持たずに金融サービスを提供する仕組みです。この分野に同時が使われ始めるというのは同時コインの実用性が広がっている証拠でもあります。さらにオンチェーンデータでも同時のアクティブアドレス数が2024年の平均を上回る水準で推移していて、大口保有者、いわゆるクジラによる取引も活発化しているという報告も出ています。つまり同時コインはミームコインとしての存在を超えて ETF や DeFi といった実需の文脈でも注目され始めているというわけです。ただしまだ規制や市場の反応には不確実性が大きいため、投資判断には引き続き注意が必要です。それでは最後に今日紹介した内容をまとめていきたいと思います。今日は暗号資産市場の中でも特に注目されている3つのニュースをお届けしました。まず、ビットコインは一時的な下落局面を経て10万6000ドル台に回復、テクニカル的な強気サインや ETF 申請のニュース、機関投資家からの資金流入といった要素が価格の下支えになっていると考えられています。次に XRP はカナダでの ETF の承認とアメリカでの審査の進行に加え SEC との和解案提出という大きな進展がありました。これにより機関投資家の参入や法的な不透明感の解消が期待されています。オンチェーンでもアクティブアドレスやクジラの動きに顕著な変化が見られています。そして同時コインは価格の上昇に加えて ETF の審査や DeFi での実用化といった側面でも注目され始めています。イーロン・マスクさんが関与するネットワーク上での活用が進んでいることもあり、ただのミームコインという認識が徐々に変わりつつあるかもしれません。このように価格の上下だけではなく ETF や規制、オンチェーンデータ、そして機関投資家の動向まで見ることでより本質的な変化を捉えることができます。皆さんは今日の3つのニュースの中でどれが一番気になりましたか？また暗号資産市場で注目しているテーマがあればぜひコメントで教えていただければと思います。はい、では本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたします。ではお知らせです。今おすすめの取引所でビットレード X があります。先日説明動画を何本か公開しました。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが AI にはそれはありません。なので投資成績も上がるのではないかと思っています。僕も先日から始めました。興味のある方は僕の LINE に
登録してもらって、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレート X の公式リンクを送りますので、LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。